my name is Maya Agana, and my research at this time was Education for Sustainable Development, or ESD, policy narratives in higher education in the Philippines. And so I was kind of investigating the alignment between international level discourse, national policies, and then also higher educational institutional policies, and trying to see at what points are we aligned in those areas and at what points do we maybe have some friction that we need to overcome for better education and internalization for sustainable values. My name is Samya Mala. My research is enhanced sewer certification using sponge medias. The merits of this technology is that it will, without additional energy consumption, it can treat wastewater within sewer network, and it will reduce space. So it's space-saving technology, and also the wastewater will be reused in like agriculture or on any other places. 研究室の名前は生命分子遺伝学分野です。具体的なステップはモンゴをブロックを丸ごと1個すり鉢の中に入れて、そしてすりつぶすまでちょっと頑張ります。そして洗剤と塩を入れてもっと混ぜます。そしてコーヒーフィルターの上に液体を満パン入れて、後のすりつぶすの液体が出るまでちょっと待つ。そして液体を15ミリのチューブの中に移動して移してあとアルコールを2倍量ぐらい入れてで待つ。 DNA がこういう風に出てきます。我々は小泉研究室っていう研究室で主に衛星に搭載する推進機の研究を行っています。具体的にはここにあるように水ホールスラスターっていう推進機と、あとこっちにある水イオンスラスターっていうものを、一番面白いところは普段研究されることの多いこのキセノンと違って、この水の方がいろいろ判明しない物理も多いんですね。その点が面白いかなと思います。研究室は小泉研究室です。はい、我々の研究室では、宇宙機のエンジンに衛星とか、探査機のエンジンに用いられるイオンエンジンというものを研究しています。はい、プラズマが、美しく綺麗に光っている様子を眺めながら研究するというのが、自分の面白いところではあります。海洋技術環境学専攻の、早稲田小平研究室です。今はですね、水槽内に、作った氷の下を、波を、作って伝えさせている、波を伝播させているっていう状態です。水面にですね氷があると、長い波っていうのが生き残りやすくて、短い波っていうのはすぐに消えてしまうんですね。今短い波を作ってるんですけども、もう水槽8メートルあるんですけども、このぐらいでもう消えてしまっていますよ。でこれが、これは何でかというと、波が短いからすぐに波が消えてしまうっていうのを今やっていて、波っていうのは基本的には、風が吹くと波ができるんですね。で、お椀とかに例えば入れた水をふーって吹いてみると、さざ波、すごく短い波ができますよね。実際の海でもそういうことが起きていて、まず最初風が吹いて短い波ができる。でそのまま風が何十キロ何百キロと同じ、吹き続けると、波がどんどん大きくなるだけじゃなくて、波がどんどん長くなっていくんですね。でこう氷があると、短い波はすぐに消えてしまう。で長い波は、生き残るということで、生まれたばかりの風波、風が吹くことによってできた波は氷があると消えてしまって、遠くから来たうねりって呼ばれるような長い波だけが、こう伝わっていって生き残るっていうのが、氷が、海面に存在する時の、波の、力学的な特徴になります。大島研究室です。はい、こちらは VR で作った実験室となっています。ゴーグルをかけた実験室が映って、その中を実際に歩いてもらいながら、その視線を解析して歩いている人がどこを見ているかっていうのを分析しながら最適な実験室を
設計を考えています。面白い点はそうですね、実際の実験室よりもこの VR の中であったら簡単に物の色を変えたり配置を変えたりできるので、この VR で先に考えることで、より良い実験室の設計ができる点が面白い点です。これは私の研究で陸生動物の歩行の研究をしています。私が題材としているのは竜脚類と呼ばれる恐竜の分類群で、地球史上最大の陸生動物と言われています。足跡化石というものを研究として用いているんですが、これは世界中から産出しているもので、つけた生き物の歩き方を直接反映するものになっています。私の研究は体の大きさをはじめとする形の進化が歩き方とどのような関係にあるのかということを調べています。研究手法としては世界中で産出した足跡化石のデータを集めて、そこから体の大きさや体の形との関係、あるいは時代によって歩き方がどのように変化したのかということを調べています。例えば体サイズが大きくなればなるほど、歩幅も大きくはなるのですが、体のサイズよりは小さい割合で歩幅が大きくなっていくので、体が大きくなればなるほど歩幅は相対的に小さくなる、すなわちやや小股歩きになるというような歩き方の変化が起こっていると言えます。これまでこういった恐竜などの絶滅した生き物がどのように動いていたのかということは謎なままでした。そして、今生きている生き物を参考に、想像の上で復元することしかなされてこなかったんですが、こういったデータを見ることで、実際にどのような動きをしていたのかということを生き生きとしたイメージで感じ取ることができ、また、科学的な証拠に基づいた復元の可能性も感じることができるという魅力があります。